明生、鹿児島県出身、立浪部屋。狼雅、ロシア出身、二子山部屋。正代、熊本県出身、時津風部屋。藤の川、京都府出身、伊勢の海部屋。翠富士、静岡県出身。と思うんですが、この日翔も首の怪我で一時は寝たきりのような状態から復活して幕内に上がってきたんですよね。そうですね、彼も本当に怪我が多くてですね、同じ首の怪我っていうことでいろんな相談を受けましたし、はい、治療院も教えましたんで。そうなんですか、ちょっと感慨深い部分もありますね、新入幕で。やっぱ頑張ってもらいたいなと思います。これまで対戦成績2対2の五分です。今日幕内最初の一番、変化しにいった日翔、落ちなかった大青山。しかしうまくいなしました。日翔の勝ち。今日は日翔が思い切った作戦に出ました。左に飛んで立ち合い変化を狙っていったんですが、それについていった大青山。しかし日翔が土俵際うまくさばいて日翔の勝ち。いただきましょう。日翔が大胆な作戦に出ましたね。そうですね、場所前にですね、左膝の方を、痛めたっていうことで、楽になれるのが帰ってる時間ぐらいですね。取り組み終わって、その宿舎に帰るまでの時間は本当に何も考えずにぼーっと携帯見てたりとかしてましたんで。そこだけなんですね。そこだけはもうちょっと一番リラックスしてたのかもしれませんね。ですから一番今土俵上の力士は一日で集中力緊張感ピークにあるという中で軍配返りました。佐田の海と獅司、四つ相撲対決です。右前に探りに行きました。右がさっと入った佐田の海、右四つ小手に振るのが獅司です。頭をつけて佐田の海、小手投げ。最後は土俵際獅司が決めてみせました。お互い四つ身でいうと右四つ得意なんですが、相撲タイプが違う中で、強みっていうのはこの結構上背からのこの強引な投げっていうかパワーが多分相当強いんですね。ただそういうふうにパワーの中でこの7勝目勝ち越しに王手です。4連勝の後連敗中だった。生で見ると想像以上に大きくてびっくりするんですよね。そうですね、やっぱ土俵に立って、でもやっぱ幕内上がってきた時ぐらいにはやっぱ体もどんどんまた大きかったましたけど。なるほど、そういうこともできるんですね。さあその湘南の海対するは明生です。過去の対戦明生の5対2。前三つ取れなかった明生、それでも前に出ていきます。左四つです。頭低いのは明生、向こう側上手引けているか。前に出るのは湘南の海ですが、下手深いところを取りました明生、もろ差しになった。抱えて決めようという湘南の海、小手投げ、湘南の海の勝ち。最後は懐深かった湘南の海、もろ差し許したんですが、小手投げで明生を下しました。そうすると力が上に逃げてしまって押し切れないっていうのがあるので、これがやっぱ大きい人の、強みっていうか、ここもちょっと強引だったんですけど、それでももろ差しに入られてでもですね、ちょっと相手の重心を上げながらですね、で朝紅龍は西の前頭14枚目。朝紅龍は親方、日本体育大学出身ですから、大学でいうと親方の後輩にあたる、そうですね、存在ですけども、時間になってしまいました。ちょっと朝紅龍のお話も伺いたかったんですが時間になってしまいました。過去の対戦3月に一度顔があって御嶽海が勝っています。今回2度目の対戦です。その押し相撲瞬発力の御嶽海か、対するは朝紅龍か。ちょっと
朝氷を突っかけました。朝氷親方決してね、力が強いので下手投げも本当に上手ですしうまいですからね。ここもちょっと合いません。結構学生時代から立ち合いなんで、行司さんの声でスタートじゃないですからね。そうですね、アマチュアとは違うんですけど、立ち合い成立です。左に動いていった朝紅龍です。左の喉は両腕を突っ張り棒のようにします朝紅龍です。右が入りました。右四つ、左の前みつも引けたか。それでも前に出るのは御嶽海、押し出しました。御嶽海の勝ち。御嶽海勝って5勝目。これで対朝紅龍戦は2連勝ということになりました。対する朝紅龍は敗れて5勝6敗、黒星先行です。これ3度目、ちょっと朝紅龍動いていきましたね。そうですね、やっぱり体も小さい分いろんな立ち合いを考えてたとは思うんですけども、やっぱりまず当たってですね、御嶽海関勝ってもこうシーンとしてですねもう二度とやりたくないですけど、でも本当にお客さんの存在って大きいんですよね。亡くなって初めて気づくことってありますよね。陽気な力士なんですけど、やっぱ稽古ではやっぱ真面目ですね。真面目に真剣にどうしたら強くなれるのか、どうしたら怪我の状態も良くなるのかとか考えながらやってます。日大対決、美ノ海対翔猿。うまくいなした翔猿、突っ張って前に出ていこうと美ノ海、まだ回しは引けません。翔猿も低い姿勢を崩さない、押っつけながら左に押っつけ、下から当てがって崩した美ノ海、押し出しました。美ノ海の勝ち。美ノ海四つ相撲得意で組む展開になるかと思ったんですが、最後まで押し相撲なんですね、美ノ海関っていうのは。そうなんですか。でやっぱ翔猿関もこう距離を取ってですね、この距離感すごい上手なんですけど、やっぱ何度も何度もこう稽古とかしてる間柄なので、翔猿関のこの崩し方っていうのはよく知ってると思いますね。頭をこう上げないっていう、青錦関の4号はもうとにかく当たって前に出て、そこから相撲を取っていく力士だったと思うので、その中でいろんな、怪我とも向き合いながらやってましたけど、こうお客さんのこうドッとなる感じとか、横綱に勝ってこう座布団が舞う感じっていうのは本当に素敵な光景だったですよね。力士しか見られない景色ですもんね。そうですね。さあこの2人同学年です。もろ差し狙い、左が入りました。時疾風、得意の左四つ、前に出ていきました。時疾風の勝ち。この2人は29歳、しかも小兵同士という共通点がありました。勝ったのは時疾風。時疾風も学生相撲出身で東京農業大学卒業、ですから、正代関と入ってきている力士です。小兵同士、これ時疾風の得意な左が先に入りましたね。そうですね、お互い刺身がすごい上手なんですけども、こういうふうにまたなりやすいっていうか、すぐ細菌が入りやすくなったりとか、してしまって、で今回その入院して体重も結構13キロ落ちた、減ってしまってるので、まだこの調子じゃないのかなと思いますね。ここまで1勝9敗という10日間です。錦木対するは金峰山です。押し相撲金峰山、四つに組んでまわしを引いて錦木、もろ手付けの金峰山、下から突き起こしていきます。少し引いた錦木、左からに回し、叩き込み、金峰山の勝ち。金峰山落ち着いてよく見ていました。最後は錦木を叩き込んで白星を挙げています。今場所の5勝目、対する錦木敗れて10敗目ということになってしまいました。力強い相撲を取ってくれるんですけど、やっぱりどうしても今場所は軽いような気がしてですね、こう頑張って頭を下げに行くんですけど、どうしてもやっぱこう裸で、やっぱり他のインタビューの時も、うまく逃がしてやってるんじゃないかと思います。これは親方ならではのお気遣いということで。
いつかお話聞かせてください。そうですねはい、で対する友風、この力士も、裏付きも今になるか、宇良は、一番は押す正攻法もあるんですが、足を取ったり潜ったり反り技があったりいろいろあります。対する友風も押してはたいていなしてという相撲、楽しみな一番です。正面からいった、はたき込みズバリ決まった友風の勝ち。親方、こういう勝負になりましたね。素晴らしいですね。上手ですね。本当はたきってあんまり周りの人からしたらイメージあんま良くないとは思うんですけど、はたきも相当な技術がないとできないんですね。しっかり圧力も与えながら相手でも落とすっていうこの全然の時はもうあんまり変なこと考えないようにしてるたので、もう常に相撲に集中しながら、だけど気も気楽にっていうことで、今日のご飯何かなとかいろいろ考えながら、土俵上がってましたけど、ご自身の気持ちの中でも緩急つけていたんですね。そうですね、自分の中でですね。土俵が時間です。欧勝馬は先ほどの友風のような押しといなし、狼雅は相手を捕まえれば自分の相撲、右四つ得意の力士です。すみません、ちょっと相口相性の悪い相手、対する、逆に言うと欧勝馬は狼雅相性いい相手です。立ち合い成立です。うまく腕を手繰った、いなしました、後ろについた、回ったんですがそのまま送り出しました。欧勝馬の勝ち。欧勝馬勝ちました。やっぱり相口、相性のことを相口って言うんですが、相口ありますかね。ありますね。やっぱり意識だとか相撲の内容、取り組み方とかでうまく噛み合わないっていうのは本当にあると思いますし、嫌なところっていうかついてほしくないところをですね、うまく取りながらやってるなっていう思いますね。で今右上のテロップでもご紹介しているんですが、隆の勝が現在対竜電戦5連勝中。先ほどの一番で相口の話いただいたんですが、逆に相口がいいと緊張感が増す、僕は増しましたけどね。そうですか、はい、さあどうなるか。優勝戦線踏みとどまるのはどちらでしょうか。8勝2敗対決です。まず立ち合いですね、お互いどう出てくるか。隆の勝もろ手突き、左の押っつけ竜電、右ねじ込めるか、隆の勝押し込んでいけるか。はたいた、落ちません、隆の勝です。竜電はたきました。左の押っつけから回しを下げる、今度は隆の勝はたいた、はたき込み、隆の勝の勝ち。勝ったのは隆の勝、9勝目、2敗守りました。竜電は3敗に後退。隆の勝これで対竜電6連勝。下からしぶとく隆の勝関がいなしてっていう内容だったと思いますね。まず立ち合い、隆の勝もろ手でいきましたね。そうですね、もろ手もいけますし、かますこともできますけども、でここはたいたんですが隆の勝落ちませんでした。下半身がしっかりしてますね。どうしても先に序の口からやってますからね。そうですね、本当に好きな人はですね、もう序の口から相撲を見てですね、どんどん力士の体つきだとか、まず立ち合いのスピード、音っていうのがですね、どんどん変わっていくのが面白いっていう、そこをやっぱ見たいって言ってる、ファンの方はたくさんいますね。そこまで分かるようになったら、もう楽しめるようになったら強いですね。そうですねさあ軍配帰りました。押し相撲の大栄翔、画面右、四つ相撲の大野勝です。もろ手突き、下から起こして大栄翔、突っ張り切れるか、押し切れるか、最後は送り出しました。送り倒しのような格好になりました。大栄翔の勝ち。最後は大野勝嫌がって後ろを向いてしまいました。土俵際、大野勝大丈夫でしょうか。土俵下からすぐ立ち上がることができません。心配なんですけど、今ちょっと膝、足滑ったような感じになってたので、そこがちょっと心配ですね。ここですね。そうですね。右
膝ですかね。そうですね。さあ親方、はい、本当にこういう時って動いていくんですよ、もっとより。だからやっぱりこう後半になっていって、体の疲れはもちろんあるとは思うんですけど、相撲のキレはどんどん良くなってると思うので、残り全部勝って勝ち越し目指して頑張ってほしいですね。気持ち強いなっていうのはもう見てて伝わってきますもんね。本当そうですね、もう闘志むき出しですね、相撲の内容からしてですね。で対するはひょうひょうとしているのがこの一山本です。さあ立ち合い、一山本はもろ手突きの立ち合い多いんですが、今日はどうでしょうか。もろ手突きだ、下からあてがって藤野川、喉は強烈です。一山本引いた、そこについていく藤野川、もろ出しになりました。抱え込むのは一山本、背中は藤野川です。もろ出しをつっていく、つって残した一山本、今度は下手投げ、豪快裏返し、勝ったのは藤野川。落ちましたよ。そうですね、すごい相撲を見せましたね。いやもうちゃんと誰が相撲を取ってるような感じですね。いい相撲を取ったなと思います。ということで大山親方にタッチペン解説をしていただきました。うまくできなかったですけど。いえありがとうございます。その腰が押されてるっていうか押してる感覚がないんですよ。一山本関側としても、そうするとちょっと引いたり逃がしたりとかしたいなっていう気持ちになってしまうので、そこをうまく入れましたね。そして次の取り組みも軍配返っています。平戸海に草野、頭からいった平戸海、下から起こしていきます。当てがって草野、うまくいなした平戸海、落ちません。草野の土俵際、突っ張りながら押し返す草野、今度は平戸海が引いた、土俵際どうだ、押し出し、草野の勝ち。激しい一番、攻守が激しく入れ替わりました。勝ったのは草野。流れは平戸海関だったんですけどね、それをよく辛抱して我慢しながら攻め返しましたね。あしらい方っていうか、こう突っ張りの流し方っていうのが本当に上手だったのかなと思いますね。その相手の突っ張りのここ威力ですね、を、ここでしっかり相手の下に腕を突っ張ってきた腕に対して払いのけて、さらにそこを白星をつかみ取っていくっていうのがありますから、本当に怪我とのもう本当隣り合わせでやってますし、調子がいいから怪我しないっていうわけでもないので。なるほど、やっぱりこう先場所千秋楽で初めて顔があって、その時は王鵬が勝ちました。ただ王鵬は先場所7勝8敗負け越し、対する伯桜鵬は8勝7敗で勝ち越しています。2度目の対戦、今場所は11日目。押し相撲の王鵬で、親方からコメント頂戴したように伯桜鵬は左四つ得意ですから、どうなるか。緊張感が高まります。立ち合い、左四つになった。上手も引いた伯桜鵬、胸があった。すくって崩そうと王鵬、真っ赤にいく。上手は伯桜鵬、残す王鵬。右四つの展開だ。煽って出ようというのが王鵬、土俵際粘る伯桜鵬。まだ残す、まだ残す。もろ出しです。王鵬の出し、伯桜鵬外四つで迫っていきます。出し投げ崩してきた頭をつけた伯桜鵬。リストを握る王鵬です。頭をつけているのは伯桜鵬。熱戦に館内から大きな拍手が送られています。さあ土俵中央、どちらが先に仕掛けるか。叩き込み、最後は王鵬がねじ伏せる格好になりました。熱戦でしたね。そうですね。最初はやっぱ伯桜鵬関の踏み込みからこう得意な左四つになったんですけど、そこを辛抱強くですね、王鵬関は我慢して
で気づけばもろ差しになってですね、よりもここも親方どっちが先に仕掛けるかっていう駆け引きがあるわけですよね。そうですね、ここでうまくですね相手の上手を切ったんですね、王鵬関が、はい、ひねり下手ひねり、多分下手ひねりを打ったんだと思うんですけど、そこで相手の上手が切れて離れた時にもう腰が伸びてしまいましたよね。残念ながら今場所両力士とも負け越しが決まっています。熱海富士が2勝8敗対する阿炎1勝9敗ということで、もう時間でしょうか。時間ですね。熱海富士画面左は四つ相撲です。右四つ得意対する阿炎は押し相撲、大体立ち合い両手で相手の胸をついていくもろ手突きを選択します。今日どうでしょうか。過去の対戦阿炎の5対3、現在阿炎連勝中の2人の対戦です。今日ももろ手突き突っ張っていきます阿炎、なんとかまわしを引きたい熱海富士です。下からあてがって熱海富士、上手を引いたんですが土俵際でした。押し切りました阿炎の勝ち。阿炎勝って今場所の2勝目、敗れた熱海富士9敗目です。突き放し本当に強いんですけど、今場所どうしても軽いと言いますか、本当に調子いい時、突き押しが脂が乗っている時はですね、上突っ張りにならないんですね。特に攻めながらも頭も低く相手に力を、阿炎がですね一気に押し切れなくて負けるというシーンが多かったんですが、今日は勝ちましたね。引かないぞとかやっぱり気持ちを全面的に出してですね、押し相撲で負けたくないっていう、自分の型では負けたくないっていうこのぶつかり合いですね。勝負師同士、勝負師にしか分からない感覚ですね。そうですね、土俵を降りればもうあれなので、でもその中で負けたくない意地の張り合いっていうのを今日はまた見れたらいいなと思います。さあ軍配返りました。頭と頭押し合いだ。右からいなし玉鷲、土俵際押っつけながら前に出ました。押し倒し玉鷲の勝ち。40歳の玉鷲が勝ちました。勝ち越しに臨み、これで4勝目4勝7敗対する豪ノ山が親方、唯一幕内でね勝ち星がない11連敗ということになってしまいました。本当に苦しいと思います。特に白星がない押し相撲っていうのはですね、本当に苦しい一日一日本当に苦しい中で相撲を取って、何がいけないんだろう、どういう押し方がいけないんだろうとか、もう本当に考えちゃうんですけど、で本当にだから白星を早くあげたいなと。つら相撲っていうのは白星がポンポンってつないで、また次覗くだけでいいですもんね。覗くだけでいいんですね。この腕上げるすくう力って本当に強いんですよ。そうなんですか。体浮くぐらい、自分が頭下げてるんですけど、体を浮くぐらい力強くてですね、今回のこの相撲がですね、正代関が青錦関の腕をすくってですね、起こせるんじゃないかなっていうふうにちょっと期待はしてるんですけども。そうですか。ちょっと逆に見てみたいですね。青錦関が頭を上げてですね、すくわれるところもちょっと見てみたいぐらいでもそのぐらい青錦関がやっぱり頭を上げないので、だからそこの注目するポイントかなと思います。さあ2敗対決です。先に腰を下ろしたのが青錦、画面右対するは壁になるか元大関正代です。番付的には青錦上なんですが、実績では正代。手を出していきました青錦です。抱え込んだ右が入った右四つ、前に出るのは正代をつけながら寄り倒し、勝ったのは正代。勝ったのは正代。すごいですね。予想通りじゃないですか。
山親方が正代が勝った瞬間、今日一番の笑顔ありましたけども、リプレイご覧いただきまず立ち合いです。大錦ちょっとこう右手を出していって低い立ち合いでしたね。そうですね、で中に入ったんですけど、右差しました。右がやっぱこうすくう力が本当に強いんですよ。ここですね。これでかいな返して起こしてるんですね。はい、で完全に顎は引いてるんですけど、もう起き上がっちゃってるんですよ。そうなるとやっぱり正代関の圧力が勝りますよね。これ右入って下手引いた時は大錦の形かなと素人目には思えたんですが、そうですね。でやっぱこう引き込む、この正代関の左で相手の下手を引き込んでどんどんこう相手を持ち上げる、本当にこうものすごい精神力がないとですね、できないことだと思いますし、相撲内容としてもですね、そこまで悪くないのでですね、やっぱりまた後半になってきてですね、疲れもありますけど、ここからまた強い力士ですから、今日の一番注目したいですね。軍配帰りました。立ち合い右四つです。上手は若隆景、かいなを返すんですが、圧力前に出ていったのは琴勝峰でした。寄り切り琴勝峰の勝ち。ちょっと今日は親方らしくないですね。あっさりちょっと土俵を割ってしまいました。そうですね。やっぱり体負けさせないですし、立ち合いもちょっと潰れるような立ち合いになっているような感じがしますね。いつも調子いい時だったらですね、こう矢が刺すようなこう鋭い立ち合いするんですけど、はい、どうしても今日の立ち合いっていうのはですね、こう開けてますし、相手にで、あんまり意識はしてないと思いますけどね。そして肩といえばですね、この肩ご注目いただきたいと思います。こう花道奥の付け人と土俵上の琴櫻、肩がシンクロするというですね、こういうルーティーンがあります。やっぱありますよ。こう付き人とこう一緒に戦ってるっていうか、やっぱ土俵上がるのは一人ですけど、こう声援だとかこう付き人とか家族とかの気持ちもこう背負いながらやっていくっていう、それでやっぱ力に変えていくっていうのが、張り差し狙っていた若元春です。前でテイクうまくいなしました。ついていく、今度は張っていった大関、お互いちょっと一瞬様子を見ました。下から起こして右が入った、いや左が入った、左四つです。上手を引いた若元春です。これは若元春の形。しかし下から少し釣っていこうという琴櫻でしょうか。上手投げ、豪快に投げ切りました琴櫻の勝ち。最後は左四つで勝ちましたか。そうですね、すごいですね。自分の得意の四つと逆の四つで勝ちました。そうですね。で普通はですね、肩越しの上手っていうので、若元春関の体が浮いてしまいましたよね。左四つになりましたけども、この後ちょっと様子を見合ってですね、ここで左四つになりましたよね。そうですね、左四つになったんですけど、この肩越しの上手が取れてて、ここで浮かせるんですよ。はい、浮かせることによって相手の力っていうのも上に逃げてしまうんですね。ここですね。そこで上手投げ、横綱のような相撲、多分プライベートでもすごいこの2人仲いいんですね。あ、そうですか。はい、仲いいので、やっぱお互いこう仲いいからこそ負けたくないっていうのが多分あるとは思うので、そういうところもちょっと楽しみな一番だなっていうのはありますね。過去の対戦でいうと豊昇龍の11対10で、霧島不戦勝が1つありますから、実際土俵上で相撲を取っては豊昇龍の11対9と
いう状況、直近でいうと5月12日目顔があって豊昇龍が上手投げで勝っています。ただその前は霧島の3連勝がありました。ですから横綱豊昇龍にとっても決してイージーな相手ではありません。お互いやっぱ技も相撲もうまいので、そういう攻防を楽しみにしたいですね。豊昇龍も親方は何でもできるとおっしゃいましたけど、霧島も柔らかいですし、割と右でも左でも取れますしね。そうですね、本当に器用ですね。さあ軍配返りました。11連勝なるか。現在単独先頭横綱豊昇龍、横綱4場所目、横綱としての初めての優勝に向かって残り5日間です。さあ11日目霧島戦どうか。結び前の一番です。張り差しを狙っていった。右四つ上手を引いたのは横綱豊昇龍。向こう側霧島どうか。胸があります。まだ上手引けていません。上手引きつけながら外掛け脅かしながら横綱です。残す霧島。霧島も上手を引いています。さあ胸があったがっぷり四つ。もう一度釣り上げながら前に出ていきます。最後は出し投げ豊昇龍の勝ち。決まりという上手投げあるいは上手出し投げになるでしょうか。土俵際最後は左の上手から豊昇龍が勝ちました。下手投げ、失礼しました。決まり手下手投げでした。決まり手下手投げになりました。解説お願いいたします。これ張り差しでいきましたね。そうですね、こう先手を横綱が取ってですね、ちょっと上手深いかなと思ったんですけど、やっぱりこう力がありますよね。でここで持ってるところを変えるんですよ、横綱がさっきですね。でやっぱり上手を浅く下手は深くっていうこう基本がちゃんとできてる。でそうするとやっぱこう相手に力が伝わりやすいので、やっぱ常にやっぱ攻めてっていうのが横綱でしたよね。ここで上手の位置ですね。そうですね、変えたんですよ。左の上手の位置変えました。もう変えないで多分そのまま出てったら内容も多分変わってると思いますし、そこのやっぱ高安関もやっぱ型を持ちながらもこの圧力、そしてうまいんですよね、相撲がですね。豪快に見えるんですがうまいですか。もう繊細ですよ。ああそうですか。だからやっぱりそういう部分で横綱もなんだか負けていることもありますけど、そうなんですよね。でやっぱりお互いでもやっぱ共通点っていうのは本当に圧力の強さ。やっぱりそこで本当に他の力士よりも強いので横綱大関まで上がれる力士なんだなっていうのは本当に痛感しますよね。親方おっしゃった通り過去の対戦2対2なんですよ。五分、本割では五分。ただ3月優勝決定戦、あの時もね高安が初優勝かというところで、最後大野里が追いついて決定戦で大野里が勝ったという一番がありました。本割では2対2全くの五分です。さあ立ち合い大野里が何を選択するか、固めて立つのかもろ手突きなのか、そして高安もかち上げなのか差しに行くのかついていくのか、この辺りも注目したいと思います。11日目結びの一番、1敗の横綱大野里、豊昇龍は全勝守りました。さあどうなるか。体当たりで行きました高安、突っ張って前に出ていく、回る横綱、左の押っつけから反撃、押し出しました。大野里の勝ち。大野里10勝目、1敗守りました。それを見届けて全勝の豊昇龍は花道を下がっていきます。11日目結びの一番、横綱大野里が高安を退けました。横綱危なかったですけどね。先手高安でしたよね。しっかり攻めてたのは高安関だったんですけど、うまく土俵を回ってですね、いやこの相撲はそうですね、多分大野里関自身もあんまりいい内容じゃないなっていうのを多分本人が一番分かってると思いますし、だからこそ次の
相撲をまた引き締めてやってくれると思いますしね。立ち合いは高安体当たりでしたね。そうですね、当たってからの手の伸ばし方も早かったですね。ここで横に疲れてしまいましたよね、押っつけで。そこがちょっともったいなかったなっていう、ここでやっぱり横綱の土俵の使い方が上手ですよね。この左の押っつけですね。はい、ここで逆転されてしまいましたよね。ただ親方、今場所その大野里は何回かこう攻め込まれて危ない場面でも結局、何かフィジカルだけではないんでしょうけども、その強さでですね跳ね返すという相撲何番かありますよね。やっぱりこう圧力がある上で土俵の使い方が上手なので、やっぱり相手にいない方向にどんどん逃がしながら、そこから勝機を逃がして自分で前に出るって、今日みたいな相撲っていうのはやっぱりこの横綱の強みでもありますよね。大野里